違う、頭が良くないけどワンナイトジンのが得意なんですね。下見ました。お、はい。てるてると村人。そうだね。おい、シーズンさすがですね。目の付けどころが。待って待って、俺人狼だった。なんだマジで。入部拒否されたんだじゃん。仲間。また。だからもうどうも。トラビスジャパンでーす。足大丈夫か。さあということで、はい。今回はですね、半年ぶりの企画に挑戦します。お、リベンジワンナイト人狼。さあということで、こちらのワンナイト人狼、去年なぜか屋外でやりましたけど、まあこの間は俺が持ち込み企画でやったんだけど、なんかね、思いのほかね、全然活躍できなかった。ああ、なるほどね。やられっぱなしだったから今回やり返したい。リベンジしたいおー、なるほどね。はい、一つの夜だけを過ごすというワンナイト人狼でございます、すなわち話し合う時間がたった1回だけになります、多数決でですね、プレイヤーを村から追放するんですけど、その人が人狼サイドであれば村人陣営の勝利、村人陣営であれば人狼サイドの勝利、今回配るカード、配役が増えました。なんでしょうか。まずね、配られた役職それぞれランダムで決まるんですけれども、その役職を発表します。まずは村人。特に何もすることはありません。誰のことを信じられるかをどんどん詰めていってください。そして村長、1人1票しか投票できないんですけれども、村長は2票投票することができます。そして占い師がいます。他のメンバーの誰かを占って、その人の役職を知った状態でゲームをプレイすることができます。もしくは選ばれなかった2枚のものを最初知った状態でスタートできます。そして回答、誰かの役職を奪うことができます。例えば僕がカイトから人狼を取っていた場合、カイトは回答になってしまいます、ややこしいですね。カイトはもう気づかないのか。はい。カイトだね。カイトカイトと回答でややこしい。前回それでしめちゃんが最終的にしてやられた。そして人狼、嘘をなるべくついて村人サイドの人間を追放するようにゲームを進行していきます、そして第三陣営として出てくるてるてるがいます。今回結構ややこくなりそうだね。そうだね。てるてるは本当のことを言ってもいいし、嘘のことを言ってもいいです。最終的に自分が追放されれば自分の勝ちです。てるてるは一人勝ちを目指してください、という約束です。今回めっちゃ頭使うね。やばいね。ちょっとブドウ糖用意しといて。レッツ頑張って騙してやるぜ。じゃあ今回は、村人3、村長1、占い師1、怪盗1、人狼2、てるてる1でいきます。はい。お願いします。じゃあ。恐ろしい夜がやってきました。役職を確認して夜のアクションを行ってください。結構役職多いからね。楽しみだ。腕が鳴るぜ。ね、写真撮ってる？ダブルピース。顔広と。お前さ、横から見るなよ。ペラペラじゃん。ペラペラってなんだよ。こんな言われると思わないよね。意外とゲンタ頭いいんだよね。そうなんで、食うのうまいんだよね。しれっと。あ、違う、頭が良くないけどワンナイト人狼が得意なんだよね。そうそうそう。いや、楽しみやな。たくさんね、ワンナイト人狼あるあるも飛び出したところで、そんな出てねえぞ。ここのね、撮ってる最中のこの反応とかも意外と大事だったりする。そうだね。それでは恐ろしい夜が終わりました。はい。これから誰を処刑するか決めてくださいと。じゃあセオリー通り占いから出ますか？そうですね。じゃあ占い師の人、せーの。お、1。おほ。なるほどね。結構あるからね、読み合いで占いは隠れてんだ。先に言いたかった。先に言いたかった。先に言いたかった。うわ、そういうのずるいよな。いや、マジリアルに。もう待って、じゃあ誰から回答です。そうだよ。だってで、せーので言えばいい。てるてるだよ、もうこれは。違うって。一回聞きましょうよ、クラさんの。クラさん何を見たか言う？何を見たか言った方がいいかな。下か。いや、あんま言いたくないんだけど、まあじゃあ言いたくないなら言わなくていいかな。じゃあ一回ちょっと慎重にいきたい。一回じゃあ回答出ますか？せーの。こいつ俺をはめ落とすけどニヤニヤしやがった。こいつムカつくわ。じゃあ回答が取った人を俺は早めに言いたいな。せーの。村人。どうでしょう？回答的には平気ですか？あ、平気です。じゃあ村長出ますか？はい。
村長村長っぽいわなんか。じゃあここで松倉がまあ残りは村人っていうことでいいですよね。になるね。村人が人狼が隠れてる村です。はい、言います。下見ました。はい重要なヒントになります。てるてると村人。ってことはてるてるじゃないじ人狼2がいます。上に。違うな、単純にこいつが人狼のパターンもあるな。ゃん。いやないって、だから先に回答出たかった。だから仲間が誰かだよね。今パッと思い浮かんだのは、もともとシズとカイトが、人狼で、チャカがカイトの人狼を取ったパターン。チャカが回答でってこと？そそしたら多分村人って言わないと。なんでチャカが怪盗だったらさ、人狼じゃなくて村人っていうメリットしかなくない？いや村人って言ったら取られてるの分かっちゃう。でも人間側になって、人狼側になっちゃうわけじゃん。チャカは俺がピンチになるってことね。そうチャカがピンチ俺が言ったらね。ああそういうことね。それかあれだよね、俺がてるてると村人が下にあるって言ったのは、チャカが怪盗っていう後だもんね。言った後に言ったんだよね、俺が。てるてるになりきろうとした可能性もあるかもしれない、そこで。だけど言っちゃったからちょっと逃げ場がなくなったっていう。俺だから早めに言いたかった。怪盗で取って村人だから信じてほしい。じゃあ一回シズヤ視点聞こうか。本当は回答占い師より先出たかったんだけど、間違えたタイミングで出ちゃったからもう疑われるじゃん。けどそれに合わせてこいつが出てきたからもうこいつは人狼で。合わせてというか出てないじゃん。占い師から行きましょうってなってさ。そうだからその後出てできたら占い師って言った瞬間あーって言ったじゃん。どっちかって言ったら自然のが後出しちゃう。まあ本当に一個いい？はい。ここの3人役職でよっか。そうだね。せーの、村人。なんですか？村人。なんですか？村人。村人って言ったよね。はい。下何があったんだっけ？村人と、てるてる。一人嘘つきがいますだから。あ、なるほどね。今回村が3人しかいなくて村長なんでしょ？はい。だとしたらこの中に嘘つきがいるのよ。そうね。だとしたら俺目線で言うと、ここになっちゃうの。人狼がっていう。そああなるほどね。じゃない？人狼は人狼でタッグ組んでて、だからさっきの松倉が言ってたのが結構近いんじゃない？じゃあもう俺回答出ない方がいい話じゃんこれ。もう村人って見つけてここって言われちゃうならでも人狼にいるって。チャカが仮に人狼だとしてシズヤがあーって粗相したことを逆手にとって自分が本当の怪盗だっていうふうに出れば人狼は安泰で生き残るよねっていうことだよね。今言いくる任されてるよ。いや、お前のこの感じ人狼だよ。じゃあもうそれで決めんだったらもうまあでも全然ラストもう時間はあれだけどラストちょっと怪盗視点の話聞いてはいにする？怪盗が話したいことがあれば。さっきの話で言うとシズヤがクラが占いって言った後にあちょっと待って俺は怪盗でクラを取ったんだみたいな言った時に俺は俺から取ったのかなって人狼をダメじゃんもうあでももうアウトでしょ。だから怪盗は人狼だったんだよねもともと。もともとね。っていうことはここが人狼で確定なんでこの人でいいです。いや無理だよ、だって今のは勝てないって言ってるいやマジで無理。それではジャッジメント宮近燃えましたということで村人陣営の勝利。いやいや今のはマジで無理。ちょっと俺も失敗した。中村宮近以外は全員正しいことを言ってました。いやこれは本当に仲間がカイトだったのが良くなかったな。松倉が今回マジでグッジョブ。いやー、グッジョブ。ナイス。恐ろしい夜が終わりました。楽しいな。処刑するか決めてください。回答から出ていいと思う。カイトじゃあ前回の踏まえて回答が言ってみよう。じゃあ書いてほしい。せーの。なんでいつもくれんだよ。これつないよ。後ろから出したの。お二人回答が取った人を指さしましょうか。じゃあそれぞれせーの。はい。俺じゃねえの。松倉。うわいいよ面白いよ。面白くなっいいてきたね。まだ役職は言わないわ。役所は言わないで。裏そうだね裏出ちゃっていいの？裏。占い師出ますか？はいいきますよ。せーの。おー。占い1はおー他にいない？おかしいな。まあそう下におかしいな。おかしい。まあまあ
俺下2枚見たんだけど、てるてるとなんだっけな、村長。今の怪しすぎるだろ絶対。村長が下にいた。今のやばくない？村長。まあとりあえず怪しいということで保留しといて村長。じゃあ松倉が何なのかっていう状態で、残り3人は今分かってないっていう状態でいいかな。じゃあ松倉が自分の弱食しようと同時に2人も何だったかを言ってください。せーの。村人。村長。じゃあもし松倉がリアルに村長だとしたら、この2人は怪しいし、かつチャカも下2枚見てるっていうのも嘘だから。テルの可能性。そう、テルの可能性がある。村長の下にいるから前下にいたんだよ。本当。嘘つけ。上がってきた。占い師下なんじゃない？占い師下だと思う。で俺視点だとチャカの意見はもう外れてんのよ。そうだよね。村長だし、こっちも出てるでもね。だってこっちもここが一番怪しいのよ。怖いのはここなんだけど。だからこいつが嘘で出るパターンもあるよ。でもさ、占い師って出たじゃん。で下に何があるって言った？てるてると村長とは言ったけど、とは言ったけど、どうした？そのやりたい。とは言ったけど。真実を述べようか。お願いします。あなたがね。お願いしますよ。お願いします。言ってもらっていいか？てるてるはいます。お前だよな。多分。てるてるはいる。いるけど。村長と村人でした。いや、これ村人さん確定のあれを変えたいの。完全に変えたがってる。逆にケイが回答で人狼取ってるってパターンはないのかな？あ、そうか、そうすれば村人って出るのか。そうすればって言ったってことはこいつもともと回答じゃない絶対に。そうだね。おい、静や。さすがですね先生、目の付けどころが。可能性としてね、人狼てるてるなんだよ3人が。はい。で占い師なし村。はい。一個言っていい？俺多分使命に取られてる。人狼だったってこと？人狼だった。回答だからこっちって言って本当は取られてる。もうその可能性がちょっと見えてきたら、いや今のだったら見えててるてるじゃん。違うわ、今回占い師と回答がいない村なんだよ。人狼てるてるのパターンだよ。だから多分紙面に入れない方がいいかも。リアルに俺はマジ回答なの。いやだとしたらおかしいんだよと。そもそも食い違ってるのよ。だから多分紙面はこうやってか乱させることで票を集めたがってるてるてるだよこれ。いや俺は票を集めたがってない。もともと回答だからどっちにしろさ俺に集まんないじゃん。てるてるをとりあえず触らないように人狼をあぶり出したいね。まあでもあぶり出たのは静也だった。静也だね。いやでもそれ危ないよ。でも狙わない方がいいって。死んでるじゃんもう。人狼あったよね。いやそれは分からないよ。チャカはてるてると思うんだよね。チャカは人狼じゃてるてるじゃないよ。なんで？もし本当にてるてるだったらあんなわざとらしく最初の方なんか間違えたりしないの。多分てるてるを装ってる人狼だよ。オッケーオッケー。まあまあ俺占い師だから。でもだとしたらてるてるが人狼じゃなくて俺占い師なんですよ。勝てるビジョンはないわけよ。でもそしたらじゃあ静也一択になっちゃう。いや平和でいくか。待って人狼やっぱ俺下に一人いると思うな。いやだから使命殺せばいいんだって。いや使命絶対違う。マジの回答、本当に回答。でもだって外してんだよ。だから何なの？使命てるてる。本当は違う使命てるてるだよ。本当は何なの？リアルに言うとマジ人狼だった。ほらだから俺は取られてんじゃないかなと思って。ああもう回答に。うん。待って俺人狼だった。てるてる。てるてるマジで。出方は人狼のその理由を教えてよ。だから占い師空いてたし入ろうかなと思ったんだけど。部活かも。入部拒否されたんだじゃあ。仲間静也でいいからね。人狼だったって。仲間でも取られてたら終わりだよ。いや使命はてるてるで人狼だったんだよ。もし仮に回答だったとして静也から取ってるんだとしたらチャカでいいのよ。だからチャカがてるてるのは絶対ないのよ。だってここが2人とも自分たちで人狼だったっていう風に言ってるわけじゃん。マジでわからん。だから静也がもし仮に回答がいたとしても静也じゃなくていいからチャカを釣ればいいと思う。ちょっと俺ノエル信じてみろ俺ちょっとこれ。そう、結局チャカに入れてみよう。ノエルチャカ。今誰俺は絶対じゃん。オッケー。これ結構史上最強に難しい。これむずいぞ。みんな腕上げたな。みんなやってる人いるよ。ワンナイト研究してる。ワンナイト研究してる。それではジャッジメント、宮近がジャッジメントです。燃えました。でん、勝者は人狼チーム吉沢川島。イエーイ
マジかうわ役職を発表します。吉田さん、人狼でした。そして宮近さん、もともと人狼でした。で、松倉さん、村長、松田さん、村人、中村さん、村人、渋垣さん、てるてる、川島が回答でした。で、回答で宮近と交換しているという状態ですね。だから宮近殺そうっつったのか。今思うと言いくるめ方、最後の畳み方すごかったもんね。パワープレイだったね、最後ね。まただからもううわー人信じねえこれうわー俺チャカが回答で俺のてるてるを取ってたと思ってたの。結局最終的に誰かに票を集めようとする人って怪しいんだよ。なるほどね。いや最後悔しいな。楽しかった楽しかった楽しかった。やれたら楽しかった。またやりたいな。またやりたいやねりましょう。それでは、ちゃかちゃん、今日の総評をお願いします。ワンナイト人狼楽しいよ、やってみてね。以上ラビシャバでした。もう体力使い果たしてんじゃん。どうでした今回もうリベンジできなかった。リベンジ仕掛けてたよね仕掛けてたんだけどみんなうまくいや、うまくなってんのよ。本格的にやりすぎてさ、疲れたよね。ちょっとね。白熱しちゃうからね。いつかはライブ会場でみんなでやりたい。誰だって